こんにちは、チャイコと申します。今回は、ジャストダンス2026エディション、スコアリングシステムレビューということで、2026エディションを中心に、最近のスコアリングの傾向と、私たちもとうとうスイッチ2を入手することができましたので、スイッチ2でジャストダンスをプレイしてみた感想をお話しします。ただし、私たちが個人的に感じた感想になりますので、もしかしたら認識が間違っている点があるかもしれません。ですが、現在、そして今後のジャストダンスをプレイするためのヒントとなるようなことをお伝えできればと思っていますので、どうぞ最後までご覧ください。チャイコさん、衣装が変わりましたね。はい。いつもスーツじゃ寂しいからって投稿主が用意してくれました。ではまず、ジョイコンのスコアリングについてです。2023エディションでユーザーインターフェースが一新された際に、ジョイコンのスコアリングについてもシステムが新しくなりました。制作チーム曰く、プレイヤーがダンスの動きをどれだけ正確に再現できるかがスコアに反映されるようになったはずだったのですが、いや、あの時は大変でしたね。2023エディションは発売前からこれまで慣れ親しんできた UI が変わってしまう。キネクトが使えなくなってハンドコントローラーだけになる。みんな大好きワールドダンスフロアがなくなってしまう。など、不安要素が満載でした。そしていざ発売されてプレイしてみたら、めちゃくちゃ踊りにくくなっていて、全然スコアが取れなくて。スコアリングシステムを変えたは良いけど、不完全でうまく機能していなくて、制作側のやりたいことと、実際のゲームの使用感と、プレイヤー側のニーズ、すべてがちぐはぐな状態でした。今だから、あんなこともあったねと笑い話にできますけど、あの時は多くのユーザーが混乱していました。で、そんな状態を制作側が放っておくわけもなく、数ヶ月後にスコアリングシステムは修正され、現在の2023エディションの形に変わったという経緯があります。そして2024、2025と時を重ね、今作2026エディション。この4年間の間に良い変化をしてきたなと感じるんですけど、どうでしょう？はい。前作2025エディションをプレイしている時も、あれ？今までの採点方法とは何か違うな、というのを感じていたのですが、今作2026エディションでも、その変化は大きく感じられました。以前に比べて変わった点とは？より本物のダンスに近い動きが求められるようになったことです。動くタイミングが合っていれば良いという単純な採点ではなく、動いている時の軌道や、動きの緩急、また、ムーブとムーブの間をどうやってつなぐのか、こういったことがすごく重要視されるようになってきていると思います。それに、ジョイコンの向きの重要性も増しています。そうですね。私もいろいろ試してみました。必ずしも、コーチの手の動きとジョイコンの向きを一致させなくてはいけない、というわけではないようなのですが、ちゃんと向きを合わせた方が楽にパーフェクトが取れるんですよね。なので、こういう細かい手の動きも再現できるかどうか、それを採点しようとしている制作側の意思を感じました。それに、これまでうまくいかないときは、まずタイミングが違うのかなというのを考えていましたけど、最近はコーチの動きをよく見て、こういう雰囲気、こういう力加減で腕や手を動かしているなというのを読み取って、それを真似してみたらパーフェクトが取れるようになった、ということが何度かありました。はい。これまでコーチの細かいダンス表現まで真似しようとすると、逆にパーフェクトを取りこぼしてしまって、だったらあまり抑揚をつけずに、無難に手を動かした方が良いのかなと、動きを抑えることもありました。ですが最近のスコアリングは、手をどう動かすかだけではなく、どのようなニュアンスで動かすのか、そういう細かい表現の部分も、判定基準の一つとして反映されるように進化してきていると感じます。ではここで、先ほど紹介した2023エディション発売時の制作チームの言葉をもう一度見てみましょう。プレイヤーがダンスの動きをどれだけ正確に再現できるかがスコアに反映される。はい。この言葉からもわかるように、今説明したことというのは、この当時から制作チームがやりたかったこと、やろうとしていたことだったんです。ですが、プレイヤー側からしてみたら、それを十分に実感できていませんでした。それが年を重ねるごとに、制作側のシステムを作るノウハウが蓄積されていき、形となって表に出てくるようになった。まだ不十分な点はあるにせよ、ダンスゲームとして理想とする採点システムにだんだんと近づいてきているように感じます。はい。でも逆に言うと、どういうニュアンスで踊ってよいかがわからないと、すごく難しく感じてしまいますよね。そうなんですよね。例えば2026エディションのこれらのマップは、音楽をどう感じて、どういう力の入れ具合で踊ればよいかがわかると、すごく楽しく踊れるんですけど、その感覚がわからないと、おそらくものすごく踊りにくいんじゃないかと思います。私も、
スリフトショップは常に手の力を抜いて、手が宙を浮いているような感覚で踊っているんですけど、この浮遊感が苦手な人にとっては、すごく踊りづらいだろうなと思いました。はい。逆の例で言うと、私はガールズジャストワントゥトゥハブファンがすごく苦手なんです。制作側がどういう風に踊らせようとしているのか、その意図が読み解けなくて、タイミングも力加減もうまく合わせられません。もうちょっと練習を重ねて、なんとかそれを解明できるようにしたいです。そうですね。まさにダンスを読み解く力が試されていますね。はい。ジャストダンスが発売されてからもう長い期間が経ちますが、この間、スコアリングシステムについては、いろいろと試行錯誤がされてきたと思います。そして、2023エディションでシステムが一新され、ジャストダンスは新たなステージに進みました。そのことで制作側も、より良い採点方法の形というのが見えてきて、本物のダンスとして納得のできる一段上のゲームプレイ体験を提供するべく、今まさに改良を重ねている途中、2026はそんなエディションであると私は感じました。はい。これからどう進化していくのか、楽しみです。はい。では、次はカメラコントローラーについてです。以前こちらの解説動画で、プレイするにあたってどういうところを気をつけると良いか、という話をしました。この動画を出したのが2025年の3月です。はい。その後10月に2026エディションの発売に合わせて、カメラコントローラーは正式版としてリリースされました。その際に公式からコメントが出ているのですが、その中で今年はたくさんの技術的改良が施され、採点における反応性と信頼性が向上し、振り付けがより細かく評価されるようになっています。という一文がありました。確かに2026エディションでは、頭の動きや体の傾かせ方など、単なる手足の動きだけではなく、全身の細かい動きまでが採点対象になっているなと感じました。手を手前に引くタイミングで頭を傾ける。手を前に出しながら体も横に移動させる。1回目は右手を足の間の位置から上に上げる。2回目は体の向きを変えて右手を足の外側の位置から上に上げる。こういう細かい振り付けを一つ一つ意識して踊る必要があります。はい。細かい動き。そして踊っている時に自分の体がどういうシルエットになっているかをすごく意識する必要があるんですよね。以前の動画でもこのムーブアイコンが重要という話をしましたが、改めてそれを感じました。動くタイミングや速さに加えて、このアイコンに書かれている情報、手足がどういう位置に来ているかや体の傾きなど、すべて正確に再現する気持ちでプレイしています。あとこのマーク、これも見落としてはダメですよね。はい。このマークがついている場合は、細かく足踏みをしたり、体を揺らしたりなど、何らかのアクションをする必要があります。あと、どういうタイミングで動くのか、というのもすごく厳しく判定される場合もあります。これは腕を左右に振る単純なムーブですが、タイミングよく、かつ滑らかに動く必要があります。これは、見た目は柔らかな動きですが、トン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 、という拍子をしっかり捉えて動く必要があります。なんて偉そうに言ってますが、私たちもカメラコントローラーについてはまだ経験が浅く、分かっていない部分が多くあるので、今後も引き続き研究していきたいです。カメラコントローラー初心者の意見として、チャイコさん的には、どのマップが踊りやすかったですか？はい。私はこれらのマップが、複雑な動きが少なく判定基準もわかりやすかったので、すんなりハイスコアが取れました。グッドラックベイブのドラッグバージョンについては、踊った様子の動画を前回上げました。見ていただいた方はわかるかもしれませんが、私たちはすごくダンスが上手いわけではないです。でも、それなりにコーチと動くタイミングやシルエットなどは合っていると思うので、この程度動ければ良いのかという参考に、よかったらしてください。そもそもなんですけど、正確性についてはどうなんでしょう。カメラコントローラーは、本当に私たちの動きを正確に読み取って採点ができているのでしょうか？はい。リナさんという、ジャストダンスコミュニティの間で有名なプレイヤーさんがいますが、トレーニングシーズンのコーチを務めた方ですよね。はい。彼女が先日カメラコントローラーについて解説する動画を出していて、そこで正確性についても言及していました。彼女の意見としては、かなり正確に採点されていて、かつて全身の動きでの採点といえば、Xbox のキネクトが主流でしたが、そのキネクトと変わらないと言っていました。ただ、コントローラーとして使用するスマートフォンは人それぞれですので、機種の違いによって、もしかしたら採点の精度に差が出る可能性はあるそうです。なるほど。カメラコントローラー、ハンドコントローラー、それぞれに楽しみ方があるので、私たちもハンドとカメラの二刀流を目指して、頑張っていきたいですね。はい。
では次は、スイッチ2でジャストダンスをプレイしてみた感想です。事前にスイッチ2のジョイコンは踊りにくい、良いスコアが出にくくなったという話を聞いていたので、ドキドキしながら踊ってみたのですが、確かに今までとは何か違うなと感じました。まず、スイッチに比べて、モーションセンサーの精度が上がったのが分かりましたよね。はい。精度が上がったのは良いのですが、それによって、より正確に動かさなくてはいけなくなりました。まずは、2026エディションのマップを試してみました。ここはこうやって動くというのを、ちゃんと理解して踊れているところは良いのですが、なんとなくでパーフェクトが取れていたようなムーブは、ことごとくスーパーやグッドを連発するようになりました。これはさっきの、スコアリングシステムが進化してきているということにつながっていて、細かい動きも判定されている分、曖昧な動きをすると、ジョイコン2ではそれを微細に感じ取ってしまい、ごまかしが効かなくなってしまいました。あとは、ジョイコンの大きさが変わったのも、想像していたより影響が大きかったですね。はい。踊っていてすごく違和感を感じたのがソックスのこのムーブで、なぜか全くパーフェクトが取れなくなってしまいました。タイミングも角度も合っているし、動かす距離が悪いのかなとも考えたのですが、理由がよくわからなくて、そこでふと思ったのが、もしかしたら持ち方が悪いのかなということでした。過去の動画でもお話ししたことがあるように、私はジョイコンを手で包み込むように持っています。なので、2でもジョイコンの下の部分を手のひらのこの辺りに当てて、長さが長くなった分を指先の上の方に出るようにして持っていました。なので試しに、上の部分が今までと同じ高さになるように位置を下げてみました。そうしたら、なんと楽にパーフェクトが取れるようになりました。持ち方一つ変えるだけで、こんなに大きく判定が変わるんだって驚きました。はい。ジョイコンの中に入っているセンサーって、ものすごく小さいんですよね。これはスイッチ2の秘密点のソフトの中で、動きを検知するセンサー、加速度センサー、ジャイロセンサーの解説で使用されている画像です。それによると、この2つのセンサーはジョイコン2の中央あたりに入っています。なので、これは私の想像なのですが、2では縦の長さが増した分、どこを握るかによってセンサーの位置が大きく変わります。そうすると、動きの検知の仕方が変わってしまい、この違いが判定の違いにつながっているんじゃないかと思うんです。で、私の場合、ほとんどのマップはこちらの持ち方の方が踊りやすいんですが、一部、こっちの方が適しているマップもあって、例えば、アブラカタブラ。そしてジャストダンスプラスのマップになりますが、ランザナイトです。どちらも勢いのある振り付けですね。はい。特にランザナイトのこの手をパタパタさせるムーブ、スイッチのジョイコンをこの角度で動かそうとすると、手首にすごい負担がかかってしまうのですが、2のジョイコンをこの位置で持つと、指先を使って軽く動かせるので、すごく簡単にパーフェクトが取れました。スイッチ2のジョイコンでプレイしていて、明らかにスイッチの時よりもスコアが低くなったという方は、ジョイコンを握る位置を変えてみると改善するかもしれませんので、よかったら色々試してみてください。では、今のは2026エディションをプレイした感想でしたけど、過去のエディションやジャストダンスプラスのマップはどうでしょうか？はい。2026エディションほどには違いを感じなかったのですが、大きな変化を感じた点が一つありました。それは、ジョイコン2では、柔らかいふわふわした動きを正確に検知してくれるようになったことです。例えば2024エディションのカルムダウン、あるプレイヤーさんから、このマップは2の方が良いスコアが取れたという話を聞いたので、試してみたところ、確かにパーフェクトを取れる確率が高くなっていました。このマップって、判定基準が分かりにくくて、すごく踊りにくいマップでしたよね。はい。このマップは腕の力を抜いて、柔らかく繊細に動かす必要がある振り付けです。けどスイッチのジョイコンでは、機能的にこの柔らかい動きにうまく対応することができず、どうしてもパーフェクトが取りにくい状態になっていたんだと思います。ですが、ジョイコン2では、コーチの動きを真似して腕を柔らかく動かしても、ちゃんと動きを正しく検知してくれるようになりました。これは本当にすごくありがたいポイントです。他にも、2024エディションのこのマップ、これもなかなかに難しいマップで、パーフェクトが取れる動きをしようとすると動きがぎこちなくなってしまい、正直、踊っていてもあまり楽しいとは思えませんでした。でもジョイコン2だと、コーチを真似して腕を思いっきり動かしてもちゃんと反応してくれるので、安心して動きに抑揚をつけることができ、このバロックをイメージしたダンスの世界を楽しんで踊れるようになりました。柔らかい動きといえば、私はこういう力を抜いて手を弾ませるような動作が苦手で、ポンポンと軽く動かしたいのに、それだとパーフェクトにならなくて、いつもストレスを感じていたんです。それが、ジョイコン2ではこの動きもちゃんと捉えてくれるようになっていて感動しました。このマップも、驚くほど2の方が踊りやすいですよね。はい。
スイッチの時は正直曲と振り付けが合っていない気がして、どう踊ったら良いのかいまいちつかめなかったのですが、2だと、こういう力加減でこういう風に踊ればよかったのかというのが即座に分かって、納得して踊れるようになりました。はい。あと、理由はわからないのですが、ジャストダンスプラスのニトロボットも、なぜか2の方が踊りやすかったです。これは不思議でしたね。はい。あと、ジョイコン2については他にも検証してみたことがあります。まずは、同じマップで同じ数のパーフェクトを取った場合、スコアに差が出るのか、です。これはジャストダンスプラスのマップで、同じ日に連続でフルパーフェクトを取った時のスコアです。結論として、差は感じませんでした。スイッチの方が若干高いですが、これは単にスイッチのジョイコンの方が持ち慣れているからであって、ジョイコンそのものの違いによる点差ではないと思われます。2の方がスコアがガクンと落ちたりしたらどうしようと思ったのですが、ここは差がなくて安心しました。あとは、左右のジョイコンで違いはあるのか、です。スイッチだと、左よりも右のジョイコンの方が良いスコアが出やすかったですよね。はい、本当にわずかな差ですが、右の方が踊りやすかったです。では、2はどうかというと、結論として、わかりませんでした。というのも、左右で形が違うので、私の持ち方だと親指に当たる面の形状が変わってしまい、左のジョイコンだと滑ってうまく持てず、全く同じ条件で踊ることができなかったので、正確な検証ができませんでした。ですが、左右のセンサーの感じ方に差はないように感じました。以上の検証を踏まえて、スイッチとスイッチ2、どちらのジョイコンでプレイするのがおすすめか聞かれたら、私はマップによると答えます。今例を挙げたような、柔らかい繊細な動きが求められるマップは、ジョイコン2の方が圧倒的に踊りやすいですが、その他はどちらも変わらないか、スイッチの方がスコアを取りやすい気がします。スイッチ2にスイッチのジョイコンを接続して使用することもできるので、両方を使い分けて色々と試してみるのも楽しいですよね。はい。じゃあ、もしどちらか一つしか使っちゃいけないと言われたら、どちらを選びますか2を選びます。その心は、動きを検知する精度は2の方が高いし、やはりこの繊細な動きを捉えられるようになったというのが、私にとっては大きいです。あと、2のジョイコンで踊っていて感じたのが、ちゃんと正確に動けば、スイッチよりパーフェクトが取りやすいということです。正確に動けば取りやすいのは当然なんじゃないですか。そうなんですけど、言葉で説明するのは難しいんですが、スイッチのジョイコンで踊っている時の動きのイメージがこうだとしたら、2のイメージはこうです。2の方が重いはずなのに、不思議と軽く動けるんです。おそらく、センサーの精度が上がったことを自然に手が感じ取っていて、多少自分の感情を乗せて、表情をつけて手を動かしたとしても、しっかりそれを受け止めてくれるという安心感があるんだと思います。ダンスってただ正確に動けば良いものじゃなくて、音楽を表現することも重要ですもんね。ジョイコン2だと、今までよりもその、表現、が可能になったということでしょうか。はい。先ほどのハンドコントローラーの時も、手の細かい動きの表現が採点できるようにスコアリングが進化しているという話をしましたが、それでも今までのスイッチのジョイコンではダンスの複雑な動きを検知するにはどうしても限界があったんだと、今回いろいろ試して分かりました。それがジョイコン2でセンサーの精度が上がったことで、今まで制作側がやりたくてもできなかったことができるようになるんじゃないか。だとしたら、この先どういうマップが出てきて、私たちはどういうダンスを踊ることができるんだろう。そんなワクワクした気持ちが2でプレイしていると湧いてくるんです。今後のジャストダンスへの期待ですね。はい。なのでジャストダンスチームの皆さんには今後もより良いコンテンツ作りを目指していただきたいですし、そしてこれから先も長く愛されるシリーズとしてジャストダンスを発売し続けてほしいです。本当にそうですね。では今回の動画は以上です。少しでも参考になったよと思っていただけたなら幸いです。私たちは本年2026年も地道にですが動画を投稿していきますので、このチャンネルを見かけた際にはぜひまた動画を開いていただけたら嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。